1570年4月、信長、およそ36歳。信長は、徳川、家康らと越前へ進み、朝倉、義景を攻めます。敦賀の金ヶ崎からさらに北へ向かおうとしたとき、味方だった浅井長政が織田軍の背後で兵を動かしました。長政は信長の妹、一を妻とし、織田家と同盟を結んでいました。一方の浅井家は、以前から朝倉家とも関係を築いています。信長と義景が戦えば、長政は2つの関係のどちらかを選ばなければなりませんでした。長政が、なぜ、朝倉側を選んだのか、その理由を一つに決めることはできません。しかし信長との同盟より、朝倉家と共に戦う道を選んだことは確かです。一が、小豆袋を使い、兄の信長に、挟み撃ちの危険を知らせたという話は有名ですが、後世に広まった伝承です。前には、朝倉軍、後ろには、浅井軍。信長は、挟み撃ちになる前に、全軍の撤退を決めました。ここで戦い続ければ、勝利ではなく、軍そのものを失う危険があったのです。後に、豊臣、秀吉となる、木下、藤吉郎が、しんがりを務めた話が知られています。ただし撤退は、一人だけの武功ではありません。少数の友と京都を目指しました。金ヶ崎の軒口は敵を破った戦いではありません。負けを広げず、次の戦いへ軍を残すための決断でした。そして信長は、この撤退を最終的な敗北にはしませんでした。京都へ戻った信長は、家臣と同盟者を集め直し、約2ヶ月で近江へ戻ります。浅井、長政の本拠、小谷城をすぐに攻め落とすのではなく、その南にある横山城を囲みました。浅井、朝倉軍は横山城を救うため南へ進みます。1570年6月、両軍は姉川周辺で激突しました。織田軍は浅井軍と、徳川軍は朝倉軍と戦ったとされます。後に姉川の戦いと呼ばれる合戦です。織田軍と徳川軍が戦場を制しました。信長は金ヶ崎の危機から短期間で反撃に成功したのです。しかし、小谷城も越前も残っていました。姉川は大きな勝利でしたが、浅井家と朝倉家を滅ぼした決戦ではありません。信長が得たのは、横山城と小谷城へ圧力をかける足場でした。長政と義景には、まだ戦いを続ける力があったのです。その年の秋、信長は摂津で三好方と戦っていました。その戦場のすぐ近くに石山本願寺がありました。そして検女が信長軍への攻撃を始めます。なぜ石山本願寺は信長と戦ったのでしょうか。開戦の理由を一つに決めることはできませんが、信長は以前から本願寺に多額の資金を求め、畿内で自分の支配を広げていました。検女には石山の土地と本願寺の独立が脅かされる動きに見えたのです。信長が三好方との戦いに集中したとき、検女は信長軍を攻撃し、各地の門徒にも戦いを呼びかけました。さらに、浅井、朝倉軍も京都の近くへ進み、信長の重臣、森吉成が戦死します。石山本願寺は、一つの城を守る大名とは違う強さを持っていました。大阪の石山は水路と陸路の用地で、検女のもとには各地の門徒が結びついています。一つの軍を退けても、別の土地で抵抗が起こり得る相手でした。信長は、三好勢力、石山本願寺、浅井家、朝倉家、同時に対応しなければなりません。さらに将軍、足利、義明との政治的なズレも広がります。後世、こうした複数の圧力は、信長包囲網と呼ばれました。ただし、包囲網という一つの軍団があったわけではありません。義明が全ての敵を自由に指揮したわけでもありません。それぞれの敵が別の目的で動き、結果として信長を囲んだのです。浅井、朝倉軍は、比叡山周辺に陣を置き、信長軍と長く対峙しました。朝廷の働きかけもあり、1570年の終わりに両者は一旦、和睦します。しかし、敵対関係が消えたわけではありません。信長は、比叡山が、浅井、朝倉側に利用されることを強く警戒しました。
比叡山は京都に近く、琵琶湖と北近江へつながる道を抑える位置にあります。信長には敵を支える軍事拠点に見えていたのです。1571年9月、信長軍は比叡山と山麓を攻撃します。寺院や町が焼かれ、多くの人々が命を落としたと伝わります。被害の範囲や正確な犠牲者数には現在も議論があります。この攻撃は宗教への憎しみだけでは説明できません。しかし軍事上の目的があったとしても、山上と山麓を巻き込んだ攻撃が極めて苛烈だった事実は変わりません。金ヶ崎で浅井軍と朝倉軍による挟み撃ちを逃れてからおよそ1年半。信長は危機を切り抜けましたが、まだ浅井家、朝倉家、石山本願寺との遺恨はまだ残っています。そしてそんなタイミングの中、東から戦国最強と恐れられた武田信玄が動き始めます。自称信長包囲網は最大の危機を迎えます。